ご視聴ありがとうございます。こんにちは、こんばんは。名調暮らしと申します。ホロタクティクスファントムペインの偽りの新王挑戦してみました。メンバーは画面に出ている通り、ベリーナと解説漂白者とタオキですね。挑戦いたしまして、とにかくね、早い。攻撃が早い。それでね、まあ、ダメージ食らうんですよ。いやー、なかなかね、頑張ればね、ベリーナと、漂白者とタオキでね、いけるっていうのがまあ、せれたかなっていう感じですね。一応プレイ動画だけでもまあ見ていってください。気になるようでしたら、その後に、そのプレイ動画を使った解説パート、ね、スローにしたりとか、画面を止めたりして、話している部分がありますので、そこまでね、見てもらえたらなと思います。そのパートの前に、ステータス紹介部分もね、一部ありますので、気になったところがもしかしたらわかるかなと思います。ステータスなどは結構攻略に重要だったりするので、一応、載せておきました。まあ、それではね、まずはプレイ動画からご覧ください。行くぞ。響け。追い打ち。頼もしい。行くぞ。好きだろ。行こう。言い切った。甘い。砕けろ。この光で聞いてみよう。砕けろ。甘い。光の前。任せてください。進化をお見せします。行くぞ。一気に行くぞ。これで終わりだ。聞いてみよう。追い打ち。飛べー。頼もしい。通るね。はい。植物だって生きてるんです。大きな進化をお見せします。聞いてみよう。この光で好きだろ。甘い。俺の番だ。聞いて花よ。みよう。行くぞ。これで終わりだ。光を前。追い打ち。ちょっとだけだぞ。頼もしい。行くぞ。一気に行くぞ。言い切った。任せてください。俺の番だ。好きだろ。聞いてみよう。響け。光を前。花よ。消えろ。甘い。聞いてみよう。任せてください。進化行くぞ。お見せします。好きだろ。これで終わりだ。行こう。追い打ち。頼もしい。ここが正念だ。
聞いてみよう。チャンスはあるはず。食らえ。一気に行くぞ。この光で光花よ前2分間飛びたいの飛んでけ行くぞ。チャンスはあるはず。チャンスはあるはず。チャンスはあるはず。倒す。甘い響け。任せてください。進化をお見せします。行くぞ。隙だらけ。聞いてみよう。チャンスはあるはず。俺の番だ。花よチャンスはあるはず。これで終わりだ。甘いチャンスはあるはず。任せてください。聞いてみよう。チャンスはあるはず。一気に行くぞ。響け。それでは、ステータス説明の方をいこうかなと思います。ベリーナからなんですが、ベリーナはね、すぐ終わります。あんまり香りはないんですが、とうとうね、奇妙バリエーションを、装備することにいたしました。なので、共鳴効率を見るとわかるのですが、265% に、なっています。まあ、それぐらいですね、ベリーナは。で、続いて漂白者なのですが、これからも繰りだめをね、前回は230あたりだったのですが、繰りだめをね、255ぐらいね、いたしました。理由はですね、タイムアップが、非常に多かったです。前回の 239% では、まあ間に合わなかったっていうのがまあありましたね。なので、強化しました。で、クリティカルは前回言った通り、音階のね、エターナルライトのスキルで、効果で、まあ、20% アップなので、80ぐらいは上がるかなって感じなので、まあ大丈夫ですね。84とかになりまして、共鳴解放ダメージアップ 57.2% なんですが、漂白者自体のチェーンにね、あるかな。チェーンにね、意外と解説のこのチェーンって結構ガチャゲン並みのね、クオリティがあるんですよね。発動までにそんなに時間がね、かからないっていう。このね、共鳴解放のダメージが 40% アップっていうのが先ほどのね、ステータスの詳細に、加わってるって感じですね。と、まあ次行きまして、タウキですね。タウキはですね、まあ、共鳴効率を、まあ、防御もね、一応振っているのですが、音階はね、あまり育ててないです。まあ、それはディスコードで、こちらですね、無常の詐欺を使うことにしました。で、一応無常の詐欺だけね、25にしたって感じですね。この無常の詐欺についてなんですが、まあ、ご存知の方はね、まあ、飛ばしてもらっても構わないのですが、下のそのハーモニーの効果、22.5 のね、パーセンテージは、まあ、入れ替わるだけで、ね、周走スキル変わるだけで発動するんですけど、僕も最近調べまして、この無常の詐欺に変身しっていう効果なんですけど、そこにね、次に登場するキャラにダメージアップっていうのがあるんですよ。これって、これだけだとちょっと分かりにくいなっていうのがあって、あまり使わないから、まあ調べたことないやっていうね、
方ももしかしたら見ておられるかもしれないので、説明いたしますとですね、無情の詐欺の攻撃スキル発動しますよね。そうすると、敵に空中から炎を降り注ぎ、ね、消滅ダメージを与えるか、落下して消滅ダメージを与える。2種類あるんですけど、どっちでも良くて、で、1回でもダメージを与えてると、与えたことによって、次に登場するキャラにダメージアップっていうのを、これ今、タオキが装備しているので、タオキに付与されて、で、収束スキル発動したら、この次に登場するキャラにダメージアップっていう効果が上乗せされて、次出したら漂白者に乗るんですね。ハーモニー自体の収束スキルが発動された時に 22.5% 上がるよっていうのは数字で確認取れたんですが、次に登場するキャラにダメージアップっていうのは確認がちょっとできなかったんですね、数値では。なので、ダメージ自体に乗るという考えでいいんじゃないかなと思います。それをね、動画で書いてある通りに使ってみたので、だいたいこんな流れですよっていうのが見てわかるかなと思います。それぐらいですかね。で、タオキはまだ、フルスキルではないです。貫突はしてますね。前回どこかで見せたと思うので、そこまでしなくていいかな。では、そろそろステータス説明は終わりにしたいなと思います。この後のプレイ動画を見ながら解説しているところでも、軽くね、無情の詐欺について話していますので、そこでも確認してもらえたらなと思います。それでは、ステータス説明パート終わります。ここまでご視聴ありがとうございます。自分のプレイ動画を見ながら画面を止めたりして解説していこうかなと思います。まず最初はですね、今ちょっとスキル、これリスタートでスキルを使うクールタイムが戻ってなかったんですけど、もしね、やる場合は、もう冒頭ベリーナの表明解放を使っちゃってもいいかなと思います。これでね、無敵でダメージは来ないので、タイミングはここですね。ここで回避ですね。で、強振動ゲージを削りながら、こちらね、無情の詐欺の効果、ちょっとこの画面じゃ眩しすぎるな。タワケに変わりました。で、ここで無情の詐欺を出します。で、今これ当たりました。ここで、タオキの収束スキルと重なって、無情の詐欺自体の後続者にダメージバフが今付与されてるんですね。なので、上乗せなんですよ。わかりやすく言えば。なので、タオキの収束スキルが溜まってない状態で、無情の詐欺を敵に当てて変わったとしたら、ダメージバフは乗ってないです。収束スキルが発動してないから、タオキの。そういう仕様らしいです。で、ここで、スローにしてるとね、やっぱ分かりやすいと思います。ここでパリですね。で、これはパリとかないので、普通に避けまして、で、次、2撃目が来るので、ここも回避です。結構範囲が広いので、もう回避でね、いいと思います。で、そしたら移動しながら、切りつけてきて、でちょっとなんか飛び道具というか飛び攻撃、何か飛ばしてきて、それを回避ですね。見えづらいですけど。で、この時にですね、2パターンあります。1パターンは下になんかこう、沼というかね、これが出た時は、これが出てくるんですけど、で、これでこうなるんで、回避ですね。で、そうすると、下からバーンと来るので、それを予期して回避して、ここでパリですね。これはね、パリした方がいいです。反応に困るような攻撃をしてくるので、パリした方がいいかなと思います。
で、ここで回避で、回避で、任せてください。進化をお見せします。で、ベリーナのバフを付与するタイミングなんですが、下にね、アイコン、バフのかかったというか、ベリーナの収装スキルのね、アイコンだと思うんですけど、それが消えたらまた出すみたいな感じですね。序盤はそんな感じの流れですね。で、ここでブレイクして、あとちょっと削りですね。早送りしてもいいんですが、ちょっとね、復帰が早いので、そのまま行きます。で、そしたら、ちょっとね、収装スキルをために入ってます。これ今のは、長押ししてしまっただけです。で、そしたら、またベリーナに変わって、この姿の、ちょっとあれか、ここは大きめにした方がいいのか。ちょっと音を大きくしてあります。姿の、タぐらいですね。タよりちょっと早いぐらいに、回避か表面解放ですね。そうするとね、やり過ごせます。で、ベリーナの共同攻撃でパリー成功したって感じですね。これ漂白者ではないかな。ベリーナのね、共同攻撃はね、パリー判定あるんですよ。で、ここが避けれないんですけど、ベリーナの今回の大亀のスキルと、タオキの共鳴スキル、ボバフですね。が影響で、多分ね、3000、4000ぐらい食らうはずなんですけど、619ぐらいですね。発生が早くて、もう避けるのはね、諦めてます。カマみたいの。で、こちらは回避していただいて、こちら回避して、で、ここでパリーですね。で、これは来るんですけど、10秒ぐらい、この全部を待つと、10秒ぐらいロスになるので、まあ、それぐらいはね、まあ、構わないっていうのであれば別にいいんですけど、ちょっと待ってらんないなと思ったので、ここで受け付けてるので、不協和破壊ですね。で、さっき今の同じような動きで黒いね、スライムを召喚してきましたが、今度は自分から下がって、これになって、で、これね、自ら取り込まれてかな。自ら潜って、これになってくると。で、ここでパリーですね。あまり離れすぎてると、パリーにならなかったりするので、まあ、パリーしたいのであれば、まあ、あまり遠くに行かない方がいいかなって感じですね。でも、近すぎると、パリー判定を通り過ぎるというか、そのパリーがね、発動しなかったりするので、まあ、出てきたところからあんまり動かない方がいいかなと。離れすぎず、近すぎずって感じですね。で、これが、まあ、ちょっとスローにしようと思ったんですけど、スローにね、して食らっちゃったんですけど、まあ、漂白者のそのデータフィールドも、まあタイミングをちょっと逃してしまうっていう時もあるので、まあ、そこはね、ちょっとこう、慣れておかないと、まあ難しいかなって感じですね。ここはちょっとミス行動かな。で、そしたら、これがね、こう来るんですけど、フィールドの壁際だったので、ここじゃあちょっと戦いづらいなと思ったので、中央にね、移動してます。で、避けて、ここでパリーですね。
で、タオキに交代して、ちょっとだけだぞ。で、収装ゲージを貯めてますね。で、共鳴スキルを発動して溜まったので、入れ替えてますね。で、さっき作業を発動してあったので、これでね、すべてのバフが乗ったって感じですね。で、ここは共鳴スキルを発動していたので、当たるかなと思ったんですけど、当たらなくて被弾してしまったって感じですね。で、やばいと思って回避して、あれだなと思ったので、反撃をして、で、距離をね、詰めて、ここも回避して、で、ここでね、回り込んでくると思ったんで、ここで回避ですね。で、次また2撃目来ると思ったんで、ここで回避ですね。で、それから、あれが来ると思ったんで、ちょっと距離を計算して、ここでパリですね。で、あとは削りながら、で、ここでパリですね。で、距離また出てきたので、これがね、ちょっとね、画面から見ると左からこうやって来るんですけど、まあ、そんな気にしないで、ここだなって感じでパリですね。パリをすると、結構、パリをすると、結構、吹っ飛ぶんですよね。それがまたね、めんどくさいのよね。で、ここで、強振度ブレイクしようと思ったんですけど、偽りの神王って、まあ、なんだかんだ、特殊で、パリの攻撃と攻撃の間とか、パリがあって、その後に分岐というか、パリされたらこっち、パリされなかったら次、こっち、みたいな、分かれてて、パリされた。で、次の、じゃあ、パリする判定のを、用意されてるんですよ。で、そのパリを終わらせないと、強振のゲージが減らないようになってるんです。今、なんか減らない状態なんですよ。なぜか。で、このパリーは、先ほどパリーしましたよね。先ほどパリーして、それがまだね、続いてるんですよ。で、ここでパリーして、ブレイクなんですよ。これがね、多分難しい、神王の難しいところじゃないかなっていう感じですね。減らない時があるんですよ。で、これで削りながら避けて、これも避けて、これですね。これがね、結構めんどくさいっていうか、後ろ下がってこう、したんで、あれかなと思ってパリしようとしたんですけど、ちょっと無理だと思ったんで、回避をして、これはね、なんか特殊攻撃というか、つかみ攻撃みたいなもんなんですけど、これはね、動画で用意しておくので、そちらでご覧になってください。そしたら、攻撃だと思って、それがね、ちょっと気づくの遅れてしまって、ちょっとパリ間に合わないなと思ったんで、避けて、で、ここでちょっと立て直そうと思って、透明解放を使って一旦止めて、で、ダッシュして、ここでパリですね。で、カメラが、これね、自分で動かしたわけじゃないんですよ。これ。神王の動きに合わせてカメラが動くんですよ。なので、これが、ここじゃやりにくいと思ったんで、中央に寄りながら避けてます。すごい難易度だよね、これ。で、ここでパリですね。で、こちら、多分この動画で、ここが初めてかなと思うんですけど、この下にあるなんか水たまりみたいな、なんか溜まってるありますよね。画像を貼り付けておくんですけど、難易度6のギミックで、種が置かれると、初めてのその神王がダウンした時の復帰後に、発動する技を早くに3つ溜まると早めに発動するぞみたいな書いてあるんですよ。で、それの種っていうのが
これです。種か、これ。で、こちらは、これはね、パリ成功してるんですね。で、削りながら、で、ここパリだと思ってパリやろうと思ったんですけど、攻撃してますよね。でもパリがちょっとずれちゃってて、ぐわってくるんですけど、ベリーナのね、スキル効果で助かりましたっていう感じですね。で、そのチャンスを失わないためにパリをやって、ちょっとでもね、強振動ゲージを削っていくって感じですね。で、そしたら、これが来るので避けながら、解放を使ってって思ったんですけど、削れないんですよね。まだ、ブレイクのあれが終わってなかった。パリのね、続くモーションが終わってなかったんですね。で、ここで終わって切り替わったんですね。で、そして、これが来るんで、これはね、嫌なモーションなんですよ。やり始めというか、これをどう回避するかで、結構、まあ、積む人は積むんじゃないかなって思います。なんですけど、そこは、まず、ベリーナを出して、ちょっとでもね、強振動ゲージを削って、で、ベリーナを、まず、ゲージをね、貯めて、で、そしたら攻撃が、まあ、攻撃来るとは思ってなかったんですけど、停滞フィールドの。まあ、まだ間に合うだろうと思ったんですけど、ここで、と過ぎて、ここで回避して、で、次ね、これは、漂白者を後ろに、新王の後ろに回り込もうと思って出したんですよ。そしたら、ダウンが取れた感じですね。ですけど、この新王の隣にいるね、このスライムみたいなやつは、自立っていうか、別で動くんですよ。新王をダウンさせても、動いてるんですね。動くんですね。なので、こう、回避して、来ると思ったんで、回避を一応してるって感じですね。で、どうなるかなと思って一応警戒はしていたんですが、まあ、もう新王ダウン判定なので、引っ込んだって感じですね。で、ちょっとあとは削るだけなんで、そしたらこれで、強振動ね、強振動を削って、で、こちらあるんですけど、もうね、無理はできないので、もう回避しちゃいます。まあでも今のは回避しないでパリした方が良かったかなって感じですけど、そうするとこれが来るので、回避しようと思ったんですけど、回避できなかったんですね。おそらくベリーナの大亀スキルですね。これ発動してますね。これのおかげで助かってますね。8000くらい食らってんのかな、これ。で、あとはもうここから回避して、で、回避して、もう、ここはね、覚えちゃってるんで、もう来るなと思ったんで、距離を離れすぎず、近すぎず、で、ここで攻撃ですね。これ普通のスピードで一応見せておこうかなと。攻撃して、で、近づいて、で、まず発動してますね。これ避けて、避けて、で、来るので、避けて1。で、次、避けて2。で、避けて3。みたいな感じですね。ちょっとね、難しいですね。で、これで、とどめという感じですね。いやー、もうだいぶ話がね、長くなっちゃうよ、これ。ここまでご視聴ありがとうございます。それでは、プレイ動画にて出てこなかった攻撃モーションなどを一緒に考えながら見ていきましょう。
まあ、こちらなんですけど、まあ、大体体力半分、体力がこれぐらいの時にやってきまして、で、こちらですね、フィールドを何回もこういう衝撃波みたいのが出てくるんですが、止める方法がありまして、これがですね、一撃当たると止まるんですね。なので、まあ、ベリーナとかだと、こう、ツタをね、ツタでね、ブレイクできるんですね。パリーというか、中にキャラクターがいたりとか、例えば、回避したんですけど、その逃げれない場合があるので、その時はもう信号を殴っちゃって大丈夫です。止まるんで、打撃を与えると。まあ、タオキだったら、詐欺を使って上空から落下攻撃を当てるとかすると止まります。で、次ですね。で、そのまま続きまして、こちらですね。これ、プレイ動画の方でね、やってこなかったんですよね。これは、まあ、体力半分ぐらいになってくると、やってくるんですけど、これは、まあ、回避のタイミングが、スローでね、あるんですけど、スーッといって、今、回避ですね。ここで回避ボタンです。で、次がですね、これもやってこなかったんですけど、まあ、ヘビーモードっていうんですかね。この時は、まあ、見た目がちょっと映像的にはちょっと離れてるように見えるんですけど、奥にね、脅迫者が手前にいるので、攻撃当たらないって思うかもしれないですけど、そんな離れてないんで、攻撃当たるんですよ。なので、レーザーが、ビームがかかってきたら、避ける。で、突進してくるので、それも回避ですね。で、その後に、姿見せて、切り攻撃と。こちらもね、まあ、スローを用意しといたんで、これもね、この変な、こう、鍵縄みたいな、これも一応ね、当たり判定あるので、気をつけてください。結構ね、攻撃早いです。で、そしたらヘビーモードになって、ビームはレーザーかなができて、これを回避するんですけど。で、削りまして、で、次が突進攻撃が、まあ、光ったらですね。で、今ここで回避ボタンを押して、で、次が切り付きで、ここですね。ここで回避ですね。で、ここでパリできたらなと思ったんですけど、できなくて、これね、氷河じゃ捕まった状態なんですね。これ捕まったんですが、まあ、入れ替えようと思って入れ替えまして、ベリーナにね、バトンタッチして、で、ここでですね、入れ替えまして、で、ここで共鳴解放をね、使うと、これがね、こう入れ替えても、ターゲットが変わって、プレイキャラになるんですね。変わる前のキャラクターにロックオンされてたりするんですが、この攻撃はちゃんと入れ替わったキャラに対して攻撃が来ます。まあ注意ですね。で、次がですね、こちらですね。この感じになったのが最後の方ですね。プレイ動画の方の最後の方に、このね、状態になったんですが、その時は強振度ゲージがわずかぐらいな感じだったので、削りに行ったんですが、ここで飛ばしてきて、で、次で斬撃2撃目が来ます。そしたら、奥で、このヘビが、いきなりベリーナの方に来るのかなってなるんですけど、そうではなくて、一回、奥でね、ここの状態で、奥にも当たり判定がありますし、それがね、こう来るんですよ。一回、ね、中央の近くで切りつけてきて、で、遠くにキャラクターの方に来るという感じですね。で、そしたら上から、ガーってここから切りつけてきて、で、
この後ね、突っ込んできて、で、そこから上空に行きまして、で、ここでね、回避ですね。これ普通の速度ですね。で、そしたら、ここですね。ここで、キラッとこう光るんですよ。ここで回避ボタンですね。ここで回避で、これがね、結構早いので、待つとやられます。で、ここで回避で、それでね、ここで回避ですね。で、ここは今これパリーを成功しているところを見せようと思ってるんですが、ここパリーですね。で、2回目。1回目でひるまなくて、ここでひるみます。そうすると、止まるんですね。で、あとこれはね、普段通りになります。今まで通りの新王の攻撃になりますね。で、これは全部避けようと思って、挑戦した時のやつですね。で、回避しまして、で、来るので、ここも回避ボタン、ここも回避、こちらも回避ですね。わざとしないで回避です。で、そうするとね、この回避なんですけど、ここで当たってしまう。爆風がバンってくるんですけど、持続で、こう爆風が持続した状態。こうドドドドドみたいな。で、回避が連続回避できるんですけど、もう回避、回避、回避みたいな。こう連続で回避されていくみたいな感じでした。で、これは失敗してしまって、ダメージ受けちゃったって感じですね。で、その後に、ワーム状態に、飛び乗って、これで攻撃してくると。これも当たり判定あるので、ここで回避ですね。飛ばしてきて、そしたらですね、これがね、結構早いんですよ。発生が。そしたらこれ回避、回避、回避。でそうすると、ワームが突っ込ませてきて、で、終わりですね。で、そしたら、もう通常の、攻撃モーションになります。で、結構時間が結構失ってしまうので、やっぱりここでパリーした方が、まあ、時間のね、余裕にも出てくるし、ダウンもできるので、まあ、ここよりかはいいかなと思いますね。と、まあ、この動画はここで終わります。ご視聴ここまでありがとうございます。いかがだったでしょうか？なんで挑戦しちゃったんだろうなっていう後悔のもと、やってました。いろいろね、なんていうのかな。簡単ではないんですよ。まあ、むずいっていうのは、まあ、むずいんですけど、来させる気ないよね。クリアさせる気ないな、これっていうのが、伝わってきました。じゃなかったら、最後の最後に、あともう少しで倒せるって時に、なんか、わけわかんない、連続攻撃というか、なんで乗るんだよっていうさ、ワームにね、黒潮ワームっていうのかな。なんであんなコモーションにしたんだろう。疑問しか湧かない。あれはね、やりすぎ。あれ、なんだろう。あれはダメだよね。なんで飛び回るしさ、それでだってタイムアウトになるじゃん。なる時もありますし、届かないっていうね。まあ遠距離タイプでね、削るってのも全然いいんですけれど、僕はまあいないので、ちょうどね、欲しいキャラ、陣頭なんですよね。重系持ってないんですよ。まあ星4はね、いるんですけど、なんか、そっち寄りなんですよね。まあ、新王はダメだね。
まあもう二度とやりたくないなっていう感じで、終わりました。そんな気持ちで終わりました。まあ、あと4体ぐらいかな。フェイタルエラーとゼノコロスタスは、なんか、まあメインパというか、その自分のね、ベリーナ小さい言うのかな。で、フェイタルエラーは倒しちゃって、難易度6クリアしちゃって、で、ゼノコロスタスもクリアしちゃったんですよね。ゼノコロスタスって飛び回るじゃないですか。で、フェイタルエラーもまあ、飛ぶときあるじゃないですか。なので、まあ言うのがまあ全然でいけるかなと思って挑戦した感じです。言うのでいけないかなって感じでやった感じです。まあ、それでもまあ何度か調整しましたけどね。ダメージがやっぱ痛いので、下手に突っ込むとやられるっていう感じでしたね。まあそれで2体は終わっちゃってるので、あと、ライオネスと、海の娘と、ケルビと、嘆きのドレイクですね。が、難易度6かなが、まだ終わってないっていう。それぐらいですね。まあ、それも、できればこのパーティーでやりたいかなと思ってて、ベリーナと漂白者と、タオキかな。タオキか、白紙か、まあ、演舞かとか、まあ、なんか星4枠を入れていけないかなって思ってます。まあ、ベリーナの本外亀の大亀とタオキの表明スキルで結構ね、耐えられるんですよ。実は。一撃が。ベリーナ、2万ぐらい体力あるんですよね。で、そのタオキの表明スキルと、大亀のね、半減のスキルをつけた状態で難易度6の神王の冒頭の最初球体になって破裂する技あるじゃないですか、最初。あれ耐えましたからね。一撃耐えましたからね、ベリーナ。耐えたーと思って。それぐらいね、結構ガチガチになるんですよ。タオキにもね、大亀スキルでもいいかなと思うんですけど、ちょっと、やっぱり火力面でちょっと心配かなと思ったんで、無常の作業つけることにしたんですよ。タオキには。で、代わりにベリーナに、まあ、回復すればね、発動するんで、まあ、それがいいかなと思って、現状、このパーティーが理想じゃないかなと思って、プレイしてます。それで、挑戦してます。ゼノコロサスとフェイタルエラーもやる予定なので、消滅の漂白者でフェイタルエラーは行こうかなと思ってるんですけど、ちょっとまだね、微調整ですね。ちょこちょこね、やってます。まだね、そのスキルレベルも漂白者の消滅は上げられてないので、まあ6とか、共鳴回路が9ぐらいは育ってるんですけど、他のレベルがまだまだで、6ぐらいで止まってるので、まあ、もうちょっと上げようかなと思って、フェイタルエラーは、まあちょっと一番最後にするか、まあ準備ができ次第、フェイタルエラーは挑戦しようかなと思ってます。まあカミカミですが、応援してほしいなと思ってます。いやー、できるだけね、応援していただけたらなと思います。なんとかね、いけるんじゃないかなと思って。まあ、それをなんでそんなことしてんのかって多分疑問に思う方々はいらっしゃると思うんですけれど、まあ、挑戦っていうのもあるし、まあ、やっぱりまあ、アクション力を磨くっていうのもありますし、まあ、漂白者がね、どれだけ強くできるのかっていうのが大事じゃないかなっていう、そういう気持ちも大事じゃないかなと思って、やり始めたのがきっかけですね。まあね、まあそんな感じですね。まあ本当いろいろ思うところはありますが、まあ言っちゃうとなんかね、嫌われそうなんで、これぐらいにしておきます。ね、応援の方、お待ちしております。まあ、よかったらね、まああんまりね、しつこく言うのもあれなんですが、まあチャンネル登録の方、ね、できたらよろしくお願いします。まあそれでもやっぱりね、一人でも嬉しいものなので、本当に、よろしくお願いいたします。まあ今日はこれぐらいでお話の方終わり
作品にしたいなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。